キャンプ好きの皆さん、こんにちは。本動画では夕日が海に沈む美しい景色を楽しめる宮崎県串間市の高松キャンプ公園をご紹介します。高松キャンプ公園は宮崎県串間市の高松漁村広場内に2021年4月にオープンしたキャンプ場です。ほぼ県境に位置しているため、鹿児島県志布志市にも近く、目の前の海は志布志湾です。宮崎県は東側が広く海に面していますが、これほど海面に近い場所で快適なキャンプができるキャンプ場は多くありません。ソロでもファミリーでもおすすめできるキャンプ場です。私たちが利用した実際の体験をもとにできるだけ詳しく解説していきますので、よろしければ最後までご覧ください。本動画のお品書きは以下の通りです。各項目にチャプターを設定しているので、概要欄の目次から必要な箇所へ飛んでご覧いただくこともできます。また YouTube の字幕アイコンをクリックすると、日本語の他に英語や中国語、韓国語等の字幕を表示することができますので、必要な方はご利用ください。高松キャンプ公園の魅力。まずは海がかなり近いことが大きな魅力ですね。宮崎県は北から南まで広く海に面しており、海沿いのキャンプ場はいくつもありますが、テントの背景に海が映るような構図で写真が撮れるキャンプ場は多くありません。高松キャンプ公園のフリーテントサイトは歩道を挟んですぐ美しく澄んだ海面があります。あまりに近いため、小さなお子様がいらっしゃる場合には目を離さないようにご注意ください。またこの海はとても澄んでいて美しく、堤防でしっかり囲まれているため、波もほとんどなく穏やかな海です。激しい波の音が聞こえてきたりはしません。そして一番の魅力は夕日が海に沈むことです。宮崎県は東側に太平洋があるため、日の出は海から上がってきますが、高松キャンプ公園は南から南西側に海があるため、すぐ目の前の海に太陽が沈んでいく美しい景色を楽しむことができます。ただし海に太陽が沈む時期は11月から3月頃までなのでご注意ください。それ以外の時期はすぐ近くの陸地に日は沈みます。歩いて移動できる範囲に高松海水浴場がありますので、夏は海水浴を楽しんで、そのままキャンプ場でシャワーを浴びて過ごすこともできます。キャンプ場の目の前には鳩が海に伸びており、地元の釣り場としても知られているようです。アジ、キス、チヌ、アオリイカなどが釣れるそうなので、釣りが好きな方にも嬉しいキャンプ場ですね。高松キャンプ公園は2021年4月にオープンしたばかりであり、串間市が整備・運営しているので、施設はとても綺麗で安心して利用できます。高松キャンプ公園の施設。空撮写真から書き起こした全体マップを見ながら各施設についてご紹介します。高松キャンプ公園はもともとは高松漁村広場として地元の人に利用されていた公園の中に新たに作られたキャンプ場ですので、地元の方々が利用するグランドゴルフ場があり、公園内も犬の散歩や釣りをする人が入ってきます。車はオートキャンプサイトとキャンピングカーサイトの利用者だけがサイト横の駐車スペースまで乗り入れることができ、その他の利用者は駐車場までしか車は入れません。マップ上ではこの赤いラインが歩道になるため、荷物の運搬はこの歩道上を備え付けのカートを使って行います。このラインは歩道ではなく溝や段差のようになっている箇所です。駐車場に車を止めるとすぐ管理棟があります。薪は売っていますが、販売品はあまり多くありません。レンタル品もほとんどないようです。管理人さんはチェックイン時間の13時から夕方までは在籍しているようですが、その他の時間は不在のこともあります。管理棟の横には自動販売機もあります。管理棟と同じ建物の中にトイレ、シャワーもあります。トイレは男女それぞれに加えて多目的トイレもあり、いずれも温水洗浄便座付きの綺麗なトイレです。キャンプ場の規模に対してちょっと数が少ないため、利用者が多い時は混雑するかもしれません。その場合はちょっと離れた場所にもともとの公園の時から備え付けられていた古いトイレ等もありますので、そちらも利用できます。古いトイレ等は公園によくあるようなトイレです。トイレの横にはシャワー室があります。男性用、女性用と分かれており、いずれも3分100円で利用することができます。
脱衣スペースもあり、使いやすそうなシャワー室です。水自等もあまり大きくはありませんが、きれいに清掃管理されています。温水は出ませんが、洗剤やスポンジが備え付けられており、横には大物用の洗い場、足洗い場なども用意されています。ゴミステーションもありますが、利用できるのはオートキャンプサイトおよびキャンピングカーサイトの利用者だけに限られています。管理棟やトイレ、シャワーなどの近くにオートキャンプサイトおよびキャンピングカーサイトが設置されています。オートキャンプサイトは4つ、キャンピングカーサイトは2つであり、2024年1月現在はキャンピングカーサイトの増設中でした。オートキャンプサイトおよびキャンピングカーサイトは電源を利用することができ、区画の広さは 10m×3 メートルと公式サイトでは紹介されていますが、周囲が芝生の公園であるため、多少はみ出しても問題なさそうです。大型のシェルターおよびタープを余裕を持って張れます。フリーテントサイトは海沿いのエリアです。電源はなく、公式サイトでは 6m×6 メートルと紹介されていますが、実際には明確な区分けはありません。等間隔でフェニックスやワシントニアパームが植えられており、その間に2組くらいのテントを張ることになります。それでもかなり余裕があります。地面は綺麗な芝生です。私たちが利用した時は冬でしたので青々としていませんでしたが、夏はとても綺麗な芝生になりそうです。ペグは非常に刺さりやすいです。バーベキューサイトとフリーテントサイトとして指定されていない中央の広い芝生のエリアには、テントの設営はしないでくださいと案内されています。通路と溝に囲まれたこのエリアもフリーテントサイトとして指定されていますが、丘のようになっており、傾斜がありますので、テントを張れる場所は限られます。フリーテントサイトには備え付けのカートを使って荷物を運ぶ必要があり、ファミリーキャンプのように荷物が多い時はそれがなかなか大変です。私たちは数回往復しました。カートの数は限られていますので、使い終わったらすぐに戻しましょう。公園内にはちょっとした木製の遊具があります。小さいお子さんがいるご家族には嬉しいですね。写真スポットも2カ所用意されています。一つは串間の文字、もう一つはフラダンスのようなシルエット。ぜひ夕日をバックに写真を撮ってください。高松キャンプ公園の基本情報。利用料はご覧の通りです。荷物の搬入が大変ですが、広々として使えるフリーサイトが料金もかなりお得ですね。チェックインは13時、チェックアウトは11時です。営業期間はフリーテントサイトは年中無休、オートキャンプサイトおよびキャンピングカーサイトは水曜日と木曜日が休みになっています。詳しくは公式サイトの営業日カレンダーをご参照ください。お支払いは現金です。クレジットカードや電子決済ができたかどうかの確認を忘れてしまったため、詳しくはキャンプ場にお問い合わせください。販売品はあまり多くなく、確認できたのは薪くらいでした。レンタル品はおそらくありません。詳しくは直接キャンプ場にお問い合わせください。ゴミはオートキャンプサイトおよびキャンピングカーサイトの利用者だけが捨てることができます。キャンプ前後の周辺の滞在時間を延ばすことにもつながりますので、有料でも構わないので、ぜひ全利用者のゴミ回収をお願いしたいですね。携帯の電波は問題ありません。フリー Wi-Fi については未確認なので、直接キャンプ場にお問い合わせください。禁止事項は一般的な内容となっています。予約は原則 LINE で行います。串間市公式 LINE を登録すると LINE 上から予約をすることができます。あまり使いやすいユーザーインターフェースではありませんが、案内通りに進んでいくと予約することができます。混雑状況などは確認することはできません。いくつか注意事項がありますのでご紹介します。一つはキャンプ場利用者以外の公園利用者も入ってきます。地元の人に利用されている高松漁村広場の中にできたキャンプ場ですので、地元の人が運動や犬の散歩のために訪れます。キャンプをする人は人の区画に入ったり横切ったりしないというマナーを知っていますが、キャンプをしない人は知らないこともあります。地元の公園を使わせてもらっているという気持ちで、お互いに気持ちよく利用しましょう。2つ目は釣り場がすぐ近くであり、日の出前の早朝に釣り人がやってくることがあります。私たちが利用した時は
若者数人が大声を出したり歌ったりしていました。波がほとんどない静かな場所なので声はとても響きます。高松漁港の方から釣り場に行くと、夜間はキャンプ場があることに気づかないこともあると思います。おおらかな気持ちで受け止めましょう。3つ目は、管理人が夜間は不在であり、もともとが公園であり、夜間に閉まるゲートもないので24時間いつでも人が自由に入れるキャンプ場であることです。テントを留守にするときや就寝時の防犯対策を講じておくことをお勧めします。高松キャンプ公園へのアクセス、周辺環境。高松キャンプ公園は国道沿いにあるため、通行が困難な道路はありません。串間市の市街地から車で約9分、鹿児島県の志布志市の市街地からも車で約10分の位置にあります。それぞれの市街地に大型スーパーやコンビニがあります。キャンプ場から市街地までの間には大型スーパーやコンビニはありませんので、買い忘れにはご注意ください。周辺の観光情報。高松キャンプ公園から車で約2分というすぐ近くに志布志湾大黒イルカランドがあります。イルカショーやウミガメ、ペンギン、その他の動物と触れ合えるテーマパークです。そこまで大きな施設ではありませんが、数時間はたっぷり遊べます。お食事もできますよ。串間市といえば都井岬が代表的な観光スポットであり、私は個人的に大好きな場所です。宮崎県の最南端に位置する都井岬灯台は九州で唯一参観が可能な灯台です。都井岬には岬馬と呼ばれる野生の馬がいます。もともとは高鍋藩秋月家によって元禄10年に設置された繁栄牧場の一つであり、開設以来今日まで300年以上もの間、極めて粗放な周年放牧で飼育され、その繁殖は全く自然に任されていました。昭和28年に純粋な日本在来馬として国の天然記念物に指定されました。小松ヶ丘からは志布志湾と大隅半島が望める方向へ沈む夕日を見ることができ、馬たちのシルエットがとても幻想的です。私はこの風景が好きで、年に何度かは写真を撮りに出かけています。何年か前から都井岬内でのドローン撮影には申請が必要となっています。詳しくは串間市の公式サイトをご参照ください。都井岬の近くにはサーフスポットとして全国的にも有名な恋ヶ浦があります。私はサーフィンをしないのでわからないのですが、上級者向けのポイントが多いとのことです。さらに海岸沿いに北上すると野生の猿が生息する幸島があります。芋を洗って食べる猿が有名です。島には渡し船で渡ることもできます。串間市の市街地には2022年にオープンしたばかりの道の駅串間があります。海山マルシェでは地元の生産者さんが大切に育てた野菜や果物や肉が並べられています。串間どれの新鮮な魚や加工品もありますので、キャンプの食材調達にぜひお立ち寄りください。道の駅串間の中には串間市を代表する企業であり、東京や海外にも進出している寿司チェーンの寿司トラの本店があります。炙り寿司、バンクーバーロールは絶品です。道の駅串間から徒歩で行ける場所に国指定重要文化財の旧吉松家住宅があります。優れた意匠の数々、近代和風建築の粋、そして旧吉松家住宅でのみ味わえる風情をゆっくりと見学することができます。日南市と串間市の間には古くから縁結びの神様として親しまれている与原神社もあります。江戸時代初期の万治元年に帯藩の鎮守として宇土神宮から勘定し建立されたもので、朱塗りの本殿は八つ棟造りと呼ばれる複雑に入り組んだ屋根を持ち、県の重要文化財に指定されています。この動画は個人の趣味で作成したものです。もし少しでもお役に立てば高評価をいただけるととても嬉しく思います。普段は家族の思い出を残すため、あるいは趣味で動画を撮影・編集しています。最近はキャンプにハマっており、宮崎県やその周辺のキャンプ場によく出かけています。自己満足の動画ばかりですが、もしよろしければ
コメントなどをいただけると嬉しいです。また機会があれば行ってよかったキャンプ場の紹介をしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。